31話、うるさいの解説と考察まとめ。ボルト、クーブルーボルテックス、31話掲載の V ジャンプ4月特大号が、2026年2月20日に発売された。前回30話、邪魔者どもでは、人真珠、マムシを駆除する作戦が中断する様子が描かれた。大きく分けて3つの場面で展開された。まず1つ目は、ひまわりの加わった第10版が、数体のマムシを相手にする場面。3人の連携で4体のマムシを難なく倒した、かと思われたが、1体のマムシが立ち上がり、分裂を始める。これにいち早く気づいたひまわりは、とっさに美獣玉を作り出してしまう。里内でこの術を使用することは危険と判断した鹿大。分裂中のマムシを素早く影で縛り、蝶々に上空へ投げてもらうことで対処した。2つ目は、マムシを討伐する作戦が一時中断される場面。マムシの増殖は止まらず、その数は100体を超えていた。鹿丸が作戦を変更するというその時、コブから呼び出しの連絡が入った。ボルトの内通者をあぶり出すため、取り調べを行っていたコブ、マムシとボルトの侵入の報告を受けていたが、続行する姿勢を見せていた。作戦の司令塔である鹿丸が退席することで、作戦が中断することとなる。ただ、幸いにもマムシはエイダを求めて徘徊しているだけの状態。刺激しなければ襲ってくることはない。エイダもまだ見つかっていない状況である。そして3つ目は、コジが非常な策に移る場面。鹿丸の退席時、コジは鹿丸にガマコブンを忍ばせるよう指示していた。コブが鹿丸の取り調べを行おうとしたその時、鹿丸からガマコブンが顔を出す。コジはその瞬間、イノジンに新天神の術を使ってもらうように促した。イノジンから放出された精神エネルギーは、ガマコブンを経由してコブへ侵入。コジの拠点にいたイノジンが、コブの精神を乗っ取ったのである。コブに乗り移ったイノジンは、休憩という名目で火影屋敷の屋上へ向かう。コジはコブの命を奪う目的を明かしたが、その役目を負ったイノジンは判断することができずにいた。そこでコジはコブに忍ばせていたガマコブンを使って、屋上にいたマムシに攻撃する。コブがマムシの怒りを買う形となって30話は幕を閉じた。31話はここから展開される。この動画では31話、うるさいの解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。31話では、中断していた駆除作戦が最終局面へ向かおうとしていた。3つの場面に分けて解説する。まず1つ目は、エイダが自身の住居で作戦の状況を心配する場面。イノジンが神殿陣を解いたことでエイダは連絡が取れず、作戦の状況を把握することができずにいた。世界を見通すことができる真術、千里眼を使えなかった。エイダは第2部5話でこの真術を使用した際、マムシに見返された経験から、マムシには受けた視線から情報を得ることができる能力があると分析していた。彼女がマムシに視線を向けると、その時の位置情報がバレてしまう危険性がある。この場面からは、エイダはコジからマムシの詳細を聞かされていない可能性が伺える。おそらく、多分などの言葉からわかるように、彼女はマムシの能力と狙いを推測して話していた。コジが意図的に提供する情報を制限しているのではと勘ぐってしまう。エイダはマムシの標的であることから、命の危険にさらされている状況にある。彼女を守ることを第一に考えるのであれば、彼女やデイモンにより詳細な情報を伝えるべきなのではないだろうか。良い未来を壊さないようにするという観点から、必要最低限の情報のみを伝えているとも考えられるが、個人的に怪しい雰囲気を感じた。マムシにはまだ重大な秘密が隠されている可能性がある。そして、コジには彼女を守ることとは別に真の目的があるのかもしれない。2つ目は、サラダとデルタの様子。木の葉の里で徘徊するマムシたちを見張っていた。そのマムシはエイダが現れないことに対して徐々にフラストレーションを抱き、偉大なことに仲間割れを始めた。マムシの能力、分裂は、知能を下げる代わりに際限なく数を増やすことができるというもの。数を増やしたことによる弊害が現れようとしていた。しかし、この仲間割れは木の葉の一般市民への危害が及ぶ可能性がある。一人の市民が巻き込まれる直前、一体のマムシに謎の力が働いた。サラダの万華鏡車輪眼による同術、大昼目が発動。宙に浮いたマムシたちが黒い球体に吸い寄せられていく。大昼目は重力を持った黒い球体を生み出し、目視した対象を操作する術。球体に引き寄せられた対象は強い重力に耐えられなくなり、最終的には粉々になる。デルタもマムシをサラダの視界におびき寄せるため、攻撃を仕掛けていった。そして周囲のマムシを全て撃破したサラダ。しかし、万華鏡車輪眼の同術を使うことは通常、多量のチャクラの消耗と視力の低下を伴う。サラダは頭を押さえており、右目からは血を流していた。デルタを見ようとするが、その視界はかなりぼやけている。サラダの状態が心配されるシーンだった。
この視力低下の速度を見ると、おそらく大昼目はあと数回ほどしか使えないと思われる。彼女の元々の視力が気になるところであるが、視力低下の著しさはサスケ以上である。その分、左目の能力の開花時期も近いと考えられる。そもそもとして、本来は鹿丸の指示に従い、マムシへの攻撃を待つべき場面だった。市民が巻き込まれるところだったとはいえ、サラダは必要以上に力を使いすぎていたように見受けられた。作戦が最終局面へ移行する中、サラダの体が最後まで持つのかどうかが気になる。次に能力を使った時、再び気を失ってしまう懸念がある。3つ目の場面は、木陰屋敷の屋上でのこと。コブを乗っ取ったイノジンがマムシに襲われるというところだった。イノジンが心天心の術を解いた場合、コブのみが襲われる状態となる。孤児はコブの命を奪う意向だったが、イノジンはこれに従わなかった。コブを守ると決意、心天心で乗っ取った対象が攻撃を受けると、その中にいる術者にも影響が及ぶ。その危険がある中で、イノジンはコブの重い体を動かしてマムシからの攻撃を避けていた。しかし、ここで孤児がイノジンの本体を刺激することで、心天心を強制的に解かせた。即座に意識を取り戻すコブだったが、複数のマムシによって追い詰められてしまう。ただ、それでも諦めなかったイノジン。孤児の拠点で再び神殿人の術を発動し、鹿丸を屋上へ向かわせた。とうとうマムシからの攻撃を受け始めるコブ。マムシはコブにカトンの術を浴びせる。鹿丸とサイが屋上に着いたというその時、姿を現したのはボルトだった。ボルトは屋上のマムシを一掃し、コブの窮地を救った。コブはマムシの恐ろしさを身をもって思い知り、作戦の続行を許可するのだった。イノジンの神殿人も復旧。再び作戦メンバー間での通信がつながった。ただ、この間にもマムシの分裂は止まらず、その数は200体を超えていた。その一方でマムシが仲間割れする様子も確認。鹿丸はこの情報を利用して、最後の手段に出る。具体的には、エイダをおとりにするつもりでいた。ついにデイモンが参戦するかというところで31話は幕を閉じた。エイダをおとりにすることで期待されることとして、マムシがエイダめがけて集まる。デイモンの参戦などが考えられる他に、暴徒化したマムシが乱闘を始める可能性もある。サラダとデルタが見ていた通り、マムシは知能の低下によって仲間割れを始めていた。これはエイダを発見することでさらに激化するだろう。200体に分裂したマムシの中で、エイダにありつけるのはおそらく1体のみ。全員がエイダを捕食できるわけではない。加えて、エイダに対する欲望がさらにあらわとなり、我先にと自分勝手に動いてしまうことも予想される。これが発展し、最終的にはエイダの取り合いになると考えられる。鹿丸はマムシが仲間割れに気を取られている隙に、一気に畳むことを狙っているのかもしれない。そんな鹿丸だが、コブからの疑いが晴れたわけではない。コブの視点では、鹿丸の尋問を始めた途端に意識を失い、意識を取り戻したと思ったらマムシに襲われ、そしてなぜかボルトに助けられるというおかしな出来事に見舞われている。結果、作戦の続行につながったということもあり、コブはこの一連の出来事を鹿丸が仕組んだものとして捉える可能性がある。鹿丸への疑いは晴れるどころか増していても不思議ではない。孤児はコブの命を奪うべきだったとしていた。この発言からおそらく、コブは今後もコノハへの圧力となり続ける。そもそもとして、コブはコノハを財政面で支える大名の側近であることから、コノハが彼の身の安全を守らなければならない。要人警護の甘さという面で、コノハへの信頼が揺らぐ事態となっている。他での鹿丸、または尋問を取り仕切っていた際の責任が問われる。鹿丸が他での座を降りるのは、ますます秒読みの状態になっていると言えるだろう。今回の作戦が、鹿丸の他でとしての最後の仕事になるのかもしれない。鹿丸とコノハの攻防が気になるところである。マムシの駆除作戦において要となっているイノジンの神殿人の術。公式が2月13日にサイトを更新し、この術の詳細を解説している。神殿人の術は、山中一族の神殿神の術を応用、発展させて生み出された上位互換の忍術、テレパシーのように他者と意思伝達する効果に加えて、情報を収集する効果が強化されている点が特徴である。神殿人の術では、通信に参加している仲間一人一人を中継点として扱い、その周囲の物体が発する振動の周波数を読み取ることで、環境の情報を把握できる。これにより、地形や空間の構造の認識、周囲にある物体の種類の近く、さらにはチャクラ感知を妨げる存在の補足や追跡などが可能となる。実際にイノジンは、ボルトと通信しながらボルトの周囲の状況を把握していた。また、第2部7巻時点のイノジンの能力目安として、通信範囲は術者を中心に半径約 20km、同時に通信できる人数は最大15人ほどとされている。振動周波数の感知は、
各通信参加者の周囲およそ 1から2km の範囲まで可能。過信孤児の科学任具であるガマ古文などを利用することで通信範囲の拡張もできる。イノジンは風の国の外れにある孤児の拠点から木の葉のボルトたちと通信をつないでいた。国境をまたぐほどの長距離であることから、通常の通信範囲ではとても届かない。そこで、両地点にいるガマ古文が役に立つ。ガマ古文が携帯電話でいうところの基地局となって情報を送受信することで、両地点の周辺にいる通信参加者同士を結んでいると考えられる。中任試験での一件から、科学任具に拒否感を覚えている読者は少なくない。しかし、そんな科学任具への印象も使い方次第で大きく変わる。ガマ古文の機能は忍術の魅力をより引き立たせている恒例なのではないだろうか。対局の関係にあった忍びの修行と科学任具、これらによる相乗効果が生まれている。以上のように、公式サイトでは他にも物語の鍵となる術や設定が紹介されている。見てみると情報が整理されるかもしれない。中には原作で言及されていない情報が記載されていることもあって面白い。以上が最新31話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では31話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。